バーンアウトシンドローム最終回を見て呆れてものも言えない。それは作品自体の話ではなく3人の関係性だ。一周して構造が全く動いていない。ジラは最後までコウに折れて、ピームは最後までジラに折れる。途中でジラは一度ピームを断った。だからこそ私は友達として受け入れ直すのではなく、あの時点でピームを解放してやってほしかった。一方、ジラとコウは形は違うものの本質は同類だと強く感じた。相手を尊重しているように見えて、実際には相手の感情を少しずつ調整しながら自分が一番居心地のいい関係に押し込んでいく。だからこそこの2人の間で物語が完結していた方がずっと誠実だったと思う。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ところで一つ拭いきれない疑問がある。コウは最初からジラがアートを自己同一性そのものとして抱えていて、奪われたくない確信を持っていることを見抜いていた人物だ。それにもかかわらずジラのアートを量産するという提案をし、しかもジラがそこまで怒らない、あるいは最終的には理解すると想定していたとしたら、ロジックとして破綻している。それでもあの提案をしたのだとしたら、本来は意図的に踏み込んだ行為として書かれるべきだった。ある種の支配であり、試しであり、賭けでもある。ところが最終話ではその覚悟も責任も一切書かれていない。結果としてなぜその結果を想定できなかったのかという疑問だけが宙に浮く。これは視聴者の理解力の問題ではなく、脚本の論理断絶だと思った。そして1年後、個展に行ったピームの前に彼自身の絵が飾られている。でも同じ空間でコウの絵だけは別格だった。博物館が1億出しても売りたくないとジラが言い切るほどの絶対値が示されていた。それでもなお、ピームはその話を聞いてからジラをコウのいる場所へ連れて行き、最後に言葉もないまま泣きそうな顔でジラを抱きしめ、その場を去る。あの表情を見て、この1年間ピームがジラを友達として接していたとは到底思えない。正直もう最終回はピームを巻き込まないでほしかった。ピームが不憫に見えるのは、彼がこの物語の中で最も現実に近い感情を生きていたからだと思う。だから全てを飲み込むしかなかった顔を見た瞬間、思わず私と付き合ったらと声をかけそうになった。一方でもう一つだけ決定的な数字がある。コウは1年間ジラのアパートに277回通い続け、ジラに声をかけることもなく車の中で眠っていた。ジラはそれを知りながらコウを起こすことなく、その寝顔を277回見つめながらこの絵を完成させた。この瞬間、物語が肯定したのはジラの芸術性とコウの執念、そしてこの2人の歪んだ相互理解だった。誰も手放さなかったジラ、報われたコウ、置き去りにされたピーム、そして呆れて言葉も出ない私。277回の執着と1億でも売らない絵。どうぞ2人で末永くお幸せに。また次回お会いしましょう。ではでは。